神宮寺が冷笑しながら皿を床に叩きつけた。貧乏臭い。ホテルの品格を下げる。合格者はゼロだ。全員。このゴミ以下だ。港は黙って、床に散らばった大根の雑炊を見つめた。泥だらけの作業着。やけどだらけの手。そして一晩中握りしめていた包丁。すべてが無駄だったのか。だがその時、厨房の扉が開いた。車椅子に乗った老人が、港の作った雑炊の香りをたどるように入ってきた。雨が店の看板を叩く音が、やけに大きく聞こえた。港は薄暗い厨房で、祖母が最後まで使っていた包丁を研いでいた。定食屋朝日。祖母が40年かけて育てたこの店は、今や客足が途絶え、シャッターを下ろす日の方が多くなっていた。カウンターには3通の封筒が置いてある。1通目は銀行からの督促状。借入金の返済が3ヶ月滞っている。2通目は大家からの通知。家賃の滞納分を一括で支払わなければ、来月末で退去してもらう。3通目は、1週間前に届いた、ホテルグランセレスの採用試験案内だった。港は封筒を手に取った。高級ホテルの厨房スタッフ募集。書類選考なし。実技一本勝負。ただし、指定食材を各自で用意すること。今回の指定食材は、A5 ランク黒毛和牛サーロイン。最低 300g。港は電卓を叩いた。手元にある現金は23,000円。銀行口座には8,000円。祖母が残してくれた定期預金はすでに崩した。クレジットカードのキャッシング枠はまだ10万円分残っている。A5 ランクの牛肉は 100g あたり1万円以上する。300g なら3万円は超える。全財産をつぎ込んでも足りない。だが、合格すれば月給30万円。小4年2回。社員寮完備。港は携帯電話を握りしめた。画面には、祖母が最後に笑った日の写真が写っている。ごめん。おばあちゃん、僕、この店を守れそうにない。翌朝、港は町外れの高級精肉店に向かった。店主は港の顔を見て、少し眉を潜めた。作業着の袖口は擦り切れ、靴は何度も修理した跡がある。こんな店に来る客ではない。と言いたげだった。すみません。A5 ランクの黒毛和牛サーロイン。300g ください。店主は奥から肉を取り出した。美しい霜降り、油の入り方が芸術品のようだった。38,000円になります。港はクレジットカードを差し出した。手が震えた。これで僕の未来が決まる。審査が通る画面を見つめながら、港は何度も息を整えた。レシートと一緒に、保冷バッグに入った肉を受け取った。ずっしりとした重み。港はそれを抱きしめるように持った。これが、僕のすべてだ。試験会場のグランセレスホテルは、県庁所在地の山向こうにある。バスを2本乗り継いで、そこから参道を1時間歩く。港は前日の夜から歩き始めた。早朝5時に到着し、身だしなみを整えてから試験に臨む計画だった。だが、参道に入って30分ほど経った頃、空が急速に暗くなった。風がうなり声を上げた。木々が激しく揺れ、枝が折れる音があちこちで響いた。そして、雨が降り始めた。最初はポツポツとした雨粒だったが、あっという間に滝のような豪雨に変わった。港は保冷バッグを抱え、前に進もうとした。だが視界が利かない。懐中電灯の光も雨に遮られ、数メートル先も見えなかった。その時、轟音が響いた。前方の山肌が崩れ、土砂が道路を覆い尽くしていく。港は慌てて後ろに飛びのいた。土砂崩れだ。道が完全に塞がれた。港は携帯電話を取り出した。県外、当然だ。この山道に電波が届くわけがない。引き返すしかないのか。だが、引き返したところで試験には間に合わない。そもそも、この豪雨の中を下山するのは危険すぎる。港は周囲を見回した。雨に打たれながら、何か避難できる場所はないかと探した。その時、ヘッドライトの光が見えた。道路の脇に、高級車が止まっていた。エンジンは止まり、ハザードランプだけが点滅している。港は車に近づいた。窓ガラスを叩いた。中には老夫婦が座っていた。運転席の老人は目を閉じ、助手席の老婦人は震えていた。港はドアを開けた。大丈夫ですか？老婦人が弱々しく顔を上げた。唇が紫色に変わっている。低体温症だ。あなたは、土砂崩れで道が塞がれてます。救助を呼びましたか？老婦人は首を振った。電話が、繋がらなくて、夫は持病の薬を切らしていて、意識が、港は老人の手首に触れた。脈は弱いが、まだある。だが、体が冷え切っている。このままでは危ない。すぐに救助を呼びます。でも、この天候だと夜が明けるまで来られないかもしれません。老婦人は不安そうに夫を見つめた。
何か、温かいものを、お願いします。何でもいいから、港は自分の荷物を確認した。カセットコンロ、小さな鍋、水のペットボトル2本、そして、保冷バッグに入った A5 ランクの牛肉、港の手が止まった。この肉は、僕の未来そのものだ。これを使えば試験に出られない。借金は返せない。店は潰れる。すべてが終わる。だが、老婦人の震える手と、老人の青ざめた顔が目に入った。港は保冷バッグを開けた。美しい霜降りの牛肉、38,000円。人生をかけた全財産。港は包丁を取り出した。肉を切り分け、鍋に水を入れてコンロに火をつけた。車内で調理するのは危険だが、外は豪雨で火が使えない。港は窓を少し開け、換気を確保しながら調理を始めた。肉を薄く切る。火を通しすぎないように。丁寧に油が溶け出し、スープに旨味が広がっていく。塩は持っていなかったが、肉そのものの味で十分だった。港は鍋を老婦人に差し出した。これを少しずつ飲んでください。旦那さんにも、老婦人は震える手で鍋を受け取った。一口飲んで、目を見開いた。温かい。こんなに、優しい味。老婦人は夫の口元に鍋を運んだ。老人が少しずつスープを飲む。やがて、老人の方に赤みが戻り始めた。ありがとう。あなたは、港は首を振った。名前はいいです。ただの通りすがりです。明け方、雨が止んだ。救助隊のサイレンが遠くから聞こえてきた。港は静かに車を離れた。老夫婦が救助隊に発見される前に、港は泥だらけのまま山道を下り始めた。保冷バッグの中は空だった。グランセレスホテルの厨房は、港が想像していたよりもはるかに広く、そして冷たかった。天井まで届くステンレスの調理台、一点の曇りもない床、整然と並べられた最新式の調理器具、ガラス張りの壁の向こうには、審査員席が設けられている。港が厨房に足を踏み入れたとき、空気が凍りついた。他の受験者たちが一斉に振り返った。真っ白なコックコートに身を包んだ彼ら。その視線が、泥だらけの港に注がれた。港の作業着は泥と雨で汚れ、靴からは泥水が滴っていた。髪も顔も、一晩中雨に打たれた跡がはっきりと残っている。審査員席から、男の声が響いた。なんだ、君は、港は頭を下げた。遅れて申し訳ありません。港と申します。採用試験を受けに、男が立ち上がった。40代半ば、完璧に整えられた髪、高価なスーツ、その表情には、明らかな嫌悪が浮かんでいた。総料理長の神宮寺だった。ここは高級ホテルの厨房だ。野良犬が迷い込む場所ではない。受験者の一人がクスクスと笑った。別の受験者が鼻を押さえた。匂うぞ。誰だ。こんな奴を通したのは、神宮寺の隣に座っていた男が、小さく咳払いをした。副料理長の間だった。神宮寺さん。彼も正式な受験者です。事前登録は済んでいます。神宮寺は鼻を鳴らした。まあいい。どうせ予選落ちだ。時間の無駄だが、せっかく来たのだ。やらせてやろう。港は黙って自分の調理台に向かった。他の受験者の調理台には、すでに食材が並べられていた。フォアグラ、トリュフ、キャビア、伊勢海老、松茸、そして、全員が用意していた指定食材。A5 ランクの黒毛和牛。美しい霜降りの肉が、照明の下で鈍く光っていた。港の調理台だけが空だった。神宮寺が腕を組んだ。さあ、君の食材を出したまえ。まさか手ぶらで来たわけではあるまい。港はリュックサックを下ろした。中から取り出したのは、泥のついた大根一本と、小さな袋に入った米だった。厨房が静まり返った。やがて、誰かが吹き出した。笑い声が広がった。大根だって、米かよ。しかも5枚。指定食材は牛肉だぞ。こいつ、ルールも読めないのか。神宮寺が冷笑した。なるほど。牛肉を買う金もなかったわけだ。哀れなものだ。だが、ここは慈善事業ではない。ルール違反は即失格だ。港は大根を手に取った。肉は、途中でなくしました。なくした。実に便利な言葉だな。要するに最初から持っていなかったのだろう。港は何も答えなかった。ただ、大根を水で洗い始めた。神宮寺が手を振った。まあいい。どうせ作っても食べる価値もない代物だろう。好きにしたまえ。ただし、時間は他の受験者と同じだ。1時間で完成させろ。調理開始の合図が鳴った。受験者たちが一斉に動き出した。フライパンを熱する音、包丁がまな板を叩く音、オーブンの扉が開閉する音、港は静かに包丁を研ぎ始めた。祖母から受け継いだ包丁はこぼれ一つない。美しい刃、港は研ぎ石に水を含ませ、丁寧に刃を滑らせた。シャッ
則正しい音が、厨房の喧騒の中でかすかに響いた。間がその音に気づいた。港の手元を見つめる。研ぎ方が、尋常ではない。角度、力加減、リズム、すべてが完璧だった。あれは何年も、何十年も包丁を握り続けた者の手だ。港が大根に包丁を入れた。一切れ、また一切れ、薄く、均等に、大根が透けるほどの薄さ。だが、崩れない。繊維を断ち切るのではなく、繊維に沿って切り分けていく。間は息を飲んだ。あの切り方は、港は米を研ぎ、鍋に水を入れた。火加減を調整し、じっくりと炊き上げる。大根は別の鍋で、昆布と一緒に煮込んだ。厨房に、かすかな香りが漂い始めた。昆布の出汁、大根の甘み、炊き上がる米の香ばしさ。間は周囲を見回した。他の受験者たちは気づいていない。豪華な食材を使った料理に夢中で、この地味な香りに意識を向けていない。だが、この香りは、港は米が炊き上がると、それを大根の煮汁に加えた。弱火でゆっくりと煮込む。箸で優しくかき混ぜ、米粒が崩れないように気を配る。港の手に、やけどの跡があった。新しい傷だ。昨夜負ったものだろう。それでも、港は手を止めなかった。やがて、完成の時が来た。港は白い器に雑炊を盛り付けた。飾りはない。ただ、湯気が立ち上るだけ。見た目は地味で、高級ホテルの料理とは程遠い。だが、香りが厨房を満たした。温かく、優しく、どこか懐かしい香り。他の受験者たちが顔を上げた。なんだこの香りは。という表情で港の方を見た。神宮寺が立ち上がった。では、審査を始める。一人ずつ、前に出て料理を提出しろ。最初の受験者が、フォアグラのポワレを提出した。神宮寺は一口食べ、うなずいた。悪くない。だが、ソースが重い。次の受験者は、牛肉のロッシーニ風を提出した。神宮寺は冷ややかに評価した。トリュフの使い方が稚拙だ。食材に頼りすぎている。次、一人、また一人と審査が進んだ。神宮寺は誰の料理にも満足していないようだった。そして、港の番が来た。港は大根の雑炊を神宮寺の前に置いた。神宮寺は器を一別して、鼻で笑った。これが君の答えか。貧乏臭い。見た目からすでに不合格だ。それでも、神宮寺はスプーンを取った。一口、雑炊をすくい、口に運んだ。3秒ほど沈黙があった。神宮寺は器を置いた。そして、ゆっくりと立ち上がった。なんだ、これは。港は黙っていた。神宮寺の声が大きくなった。なんだ、これは。大根と米だけ。こんなものをホテルで出すつもりか。客が笑うぞ。貧乏人の朝食か。それともお前の家の残飯か。神宮寺は器を掴んだ。ホテルの品格を下げる。こんなゴミを作るやつに、ここで働く資格はない。神宮寺は器を床に叩きつけた。陶器が割れる音が厨房に響いた。白い破片が飛び散り、雑炊が床に広がった。そして、神宮寺はその上を踏みつけた。合格者はゼロだ。全員。このゴミ以下だ。出直してこい。港は床を見つめた。大根が踏みつぶされている。米粒が靴の跡に潰されている。一晩中、心を込めて作った料理が、ゴミのように扱われている。港は拳を握りしめた。爪が手のひらに食い込んだ。間が立ち上がろうとした。だが、神宮寺の視線がそれを制した。受験者たちは、誰も声を上げなかった。ただ、気まずそうに視線をそらした。港は頭を下げた。失礼しました。港は調理台を片付け、リュックサックを背負った。そして、厨房を出ようとした。その時、厨房の扉が開いた。重厚な扉が、ゆっくりと、車椅子に乗った老人が現れた。白髪、深く刻まれたシワ。だが、その目には鋭い光があった。厨房が再び静まり返った。老人は床に散らばった雑炊を見た。そして、顔を上げ、港を見た。君が作ったのか。港はうなずいた。老人は車椅子を前に進めた。床の雑炊に近づく。神宮寺が慌てて駆け寄った。三越柴オーナー。何をなさって。老人は神宮寺を手で制した。この香りだ。私をここに導いたのは。老人は車椅子から降りようとした。間が慌てて支えた。オーナー。危険です。老人は首を振った。いや、どうしても確かめたい。この香りを。老人は床に膝をつき、散らばった雑炊に手を伸ばした。間が三越柴を支えようとしたが、老人はそれを振り払った。膝をついた三越柴は、床に散らばった雑炊の中から、まだ形を保っている部分を指ですくった。口に運ぶ。神宮寺が声を荒げた。オーナー、
それは床に落ちたものです。不潔です。みこしばは目を閉じた。口の中で、大根の甘みが広がる。米の優しい食感。そして、出汁の深い旨味。みこしばの体が震えた。この味は、老人の目から、涙が溢れた。一筋、また一筋と頬を伝え落ちる。みこしばは顔を上げ、港を見つめた。君は、昨夜、港は何も答えなかった。ただ、静かに老人を見つめ返した。みこしばは車椅子に戻ろうとして、間に支えられながら立ち上がった。私の舌は3年前に死んだ。持病の薬の副作用で、味覚を失った。何を食べても、砂を噛むようだった。料理人として生きてきた私にとって、それは死刑宣告だった。みこしばは震える手で涙を拭った。だが、昨夜、山道で遭難した時、見知らぬ青年が温かいスープを作ってくれた。私は無我夢中でそれを飲んだ。そして、3年ぶりに味を感じたのだ。厨房がざわめいた。みこしばは港を指さした。あの時の青年は君だ。そして、あの時のスープと同じ香りが、この雑炊からする。神宮寺が割って入った。オーナー、それは偶然です。似たような香りというだけで、みこしばは神宮寺を睨んだ。黙れ。私は50年料理に携わってきた。この花はごまかせない。みこしばは港に向き直った。君は昨夜、何を使ってスープを作った？港は答えなかった。みこしばが一歩近づいた。答えなさい。私は知る権利がある。私の命を救い、私の舌を蘇らせてくれた君の正体を。港は視線をそらした。ただの、大根と水です。みこしばは首を振った。嘘だ。あの深い旨味は、大根だけでは出せない。何か、特別な食材を使ったはずだ。港は黙り込んだ。神宮寺が冷笑した。オーナー、感傷に浸るのはおやめください。確かにこの男の雑炊には、ある程度の技術が感じられます。だが、それだけです。神宮寺は床の雑炊を指さした。そもそも、この男は指定食材の牛肉を持参していません。これは明確なルール違反です。いかにオーナーが気に入ろうとも、ルールを曲げるわけにはいきません。間が口を開いた。しかし、オーナーがここまで評価するのであれば、神宮寺が間を遮った。副料理長、あなたは規則の重要性を理解していないのですか？もしこの男を特別扱いすれば、他の受験者に示しがつきません。受験者の一人がうなずいた。その通りです。私たちは指定通り牛肉を用意しました。それなのに、こいつだけ大根で許されるなんておかしい。別の受験者も加わった。それに、あんな泥だらけで来るなんて非常識です。ホテルの品位にも関わります。神宮寺は腕を組んだ。オーナー、私の立場もご理解ください。総料理長として、厨房の規律を守る責任があります。この男を合格させれば、規律は崩壊します。みこしばは厳しい表情で神宮寺を見た。だが、この男は私の命を救った。そして、私に生きる意味を取り戻させてくれた。それを無視しろというのか。神宮寺は一歩も引かなかった。個人的な感情と、組織の規律は別です。もしオーナーがこの男を採用したいのであれば、正規の手続きを経てください。書類選考、面接、そして改めての実技試験、すべてを経て、初めて採用を検討できます。みこしばは唇を噛んだ。神宮寺は続けた。それに、オーナーが称賛するその味も、本当に確かなものですか？3年間味覚を失っていたオーナーが、突然回復した舌で正確な判断ができるとお思いですか？医師の診断も受けていないのに、みこしばの表情が揺らいだ。神宮寺の言葉には一理ある。3年ぶりに感じた味覚が、本当に正確なのか、感情に流されているだけではないのか。港が口を開いた。大丈夫です。全員が港を見た。港は頭を下げた。僕は、ルール違反をしました。指定食材を持参できませんでした。それは事実です。だから、不合格で構いません。みこしばが声を上げた。待て、君は、港は続けた。でも、オーナー、あなたの舌は死んでいません。あなたが感じた味は本物です。それだけは信じてください。みこしばは港を見つめた。港の目には、迷いがなかった。ただ、静かな確信があった。神宮寺が手を叩いた。では、これで決まりだ。この男は不合格。以上、みこしばは拳を握りしめた。待てて、神宮寺が振り返った。私はまだ納得していない。この男の採用については、改めて判断する。今日の決定は保留だ。神宮寺の顔がこわばった。オーナー、それは、保留だ。私がそう言っている。神宮寺は唇を噛んだ。だが、オーナーの決定には逆らえない。
わかりました。では、本日の試験はこれで終了とします。受験者たちがざわめきながら厨房を出て行った。港も荷物をまとめ、扉に向かった。三越柴が声をかけた。君、名前を教えてくれ。港は振り返らずに答えた。港です。連絡先を。港は首を振った。必要ありません。僕はただ、料理がしたかっただけです。港は厨房を出た。間が三越柴に近づいた。オーナー、本当にあの青年を。三越柴は床に散らばった雑炊を見つめた。間くん、私は50年料理をしてきた。だが、あれほど純粋な味は初めてだ。あの青年は、何かを持っている。それも、とてつもないものを。間は港が出て行った扉を見た。調べましょうか。三越柴はうなずいた。頼む。そして、あの青年が使った食材も調べてくれ。昨夜、私が飲んだスープには、確かに牛肉が入っていた。最高級の、A5ランクの、間の目が見開かれた。まさか、三越柴は車椅子を回転させた。神宮寺は何かを隠している。そして、あの青年も何かを隠している。真実を明らかにしろ。港が厨房を出た後、間はすぐに動いた。厨房の隅に置かれたゴミ箱。受験者たちが捨てた食材の包装紙や袋が溢れている。間はその中を探った。フォアグラの箱、トリュフの容器、高級食材店の包装紙。そして、そこの方に、一つの空のクーラーボックスがあった。間はそれを引き上げた。小さな保冷バッグ。中には何も入っていない。だが、内側にはまだ肉の脂が薄く残っていた。間はバッグの外側を確認した。小さなラベルが貼られていた。高級精肉店肉の匠。山崎。そして、レシートがポケットに挟まっていた。間はレシートを広げた。購入日時。昨日の午前10時32分。品目。A5ランク黒毛和牛サーロイン。300g。金額。38,000円。間の手が震えた。港は確かに牛肉を買っていた。それも、指定通りの食材を。だが、試験会場には持ってこなかった。いや、持ってこられなかった。間は携帯電話を取り出し、精肉店に電話をかけた。もしもし、肉の匠、山崎さんですか。私、グランセレスホテルの間と申します。昨日、そちらで牛肉を購入された方についてお伺いしたいのですが、店主の声が聞こえた。ああ、あの若い子ですね。覚えていますよ。ボロボロの作業着を着た、痩せた青年でした。間は続けた。その方は、どんな様子でしたか。店主は少し考えてから答えた。緊張していましたね。クレジットカードを出すとき、手が震えていました。それに、肉を受け取るとき、まるで宝物を抱くように大事そうに持っていました。よほど大切な用事があったんでしょうね。間は礼を言って電話を切った。港は全財産を使って牛肉を買った。それを試験に持っていくはずだった。だが、会場に現れたとき、彼は大根しか持っていなかった。間はホテルのロビーに向かった。受付のスタッフに声をかけた。昨夜の土砂崩れの件、ニュースで報道されていましたか。スタッフがパソコンを操作した。はい。県道12号線で午後11時頃に発生した土砂崩れです。幸い、巻き込まれた車はなかったとのことですが、一台の高級車が立ち往生していたそうです。中には高齢のご夫婦が、間は画面を覗き込んだ。そのご夫婦は、記事によると、体調を崩していたところを通りすがりの青年が救助したとあります。青年は名前も名乗らずに立ち去ったそうです。間の心臓が高鳴った。その高齢のご夫婦というのは、スタッフが顔を上げた。詳細は書かれていませんが、救助された場所から考えると、このホテルに向かっていた可能性が高いです。間は厨房に戻った。三越柴オーナーが車椅子に座り、窓の外を見つめていた。オーナー、お聞きしたいことがあります。昨夜、あなたが遭難した時、青年が作ってくれたスープ、それは何の肉を使っていましたか。三越柴は振り返った。牛肉だ。それも最高級の、霜降りの入り型、油の質、すべてが完璧だった。私は料理人だ。食材を間違えることはない。間はレシートを差し出した。これを見てください。三越柴はレシートを受け取り、目を通した。港が買った。A5ランクの牛肉、38,000円。三越柴の手が震えた。まさか、あの青年は、間はうなずいた。全財産を使って試験用の牛肉を買った。だが、途中であなた方を救助し、その肉をすべて使ってスープを作った。だから、試験会場には大根しか持ってこられなかった。三越柴は目を閉じた。涙が再び溢れた。なんということだ。彼は自分の未来を捨てて、
私たちの命を救ったのか。相田は窓の外を見た。彼は恩着せがましくしたくなかったんです。だから、肉をなくしたと嘘をついた。三越柴は拳を握りしめた。神宮寺は、この事実を知っていたのか。相田は首を振った。おそらく知らないでしょう。だが、神宮寺には別の問題があります。相田はタブレットを取り出し、画面を三越柴に見せた。これは先週の食材発注記録です。そして、これが実際に使用された食材の記録。数字が合いません。三越柴は画面を中止した。どういうことだ。相田は別の画面を開いた。神宮寺は高級食材を大量に発注していますが、実際に厨房で使われている量は半分以下です。残りはどこに消えたのか。三越柴の表情が険しくなった。横流しか。相田はうなずいた。おそらく、それに、廃棄される食材の量も異常に多い。神宮寺は見た目の美しさだけを重視し、食材そのものの質を軽視しています。相田はさらに写真を見せた。厨房のゴミ箱に捨てられた。まだ使える食材の山。これが、神宮寺の料理哲学です。食材は飾り。客が求めているのはブランドと雰囲気。味は二の次。三越柴は怒りで震えた。許せん。料理人として、絶対に許せん。その時、厨房の扉が開いた。神宮寺が入ってきた。相田とオーナーの深刻な表情に気づき、足を止めた。何を話しているのですか。三越柴は車椅子を神宮寺に向けた。神宮寺、君に聞きたいことがある。神宮寺は平静を装った。何でしょうか。食材の横流しについてだ。神宮寺の顔色が変わった。何を根拠に。相田が発注記録を示した。これが証拠です。発注量と使用量の差。そして、不自然な廃棄率。すべて記録に残っています。神宮寺は冷笑した。それはコストカットのためです。ホテル経営には利益が必要です。オーナー、あなたもそれを理解しているはずだ。三越柴は怒りを抑えながら言った。利益のために食材を粗末に扱うのか。料理人の誇りはどこにある。神宮寺は肩をすくめた。誇りで経営はできません。客が求めているのは美しい盛り付けとブランドです。高級食材を使っているという安心感です。実際の味なんて、大半の客はわかりません。三越柴は拳を震わせた。それが君の料理哲学か。神宮寺はまっすぐに三越柴を見た。そうです。そして、その哲学でこのホテルは利益を上げています。オーナー、あなたが味覚を失って引退してから、私がこのホテルを支えてきたんです。感傷的な理想論ではなく、現実的な経営戦略で、三越柴は静かに言った。君は間違っている。料理は客を欺くためのものではない。心を込めて作り、真摯に向き合うものだ。神宮寺は鼻で笑った。それは昔の話です。今の時代、そんな綺麗事では生き残れません。相田が口を開いた。神宮寺さん、あなたは港という青年を見ましたか。彼は自分の未来を犠牲にして、人の命を救いました。そして、粗末な食材で、あなたが作れない味を生み出しました。神宮寺は顔を歪めた。あんな貧乏人の雑炊が何だというのです。あれはただの、三越柴が叫んだ。黙れ。厨房が静まり返った。三越柴はゆっくりと立ち上がった。車椅子から離れ、自分の足で神宮寺に近づいた。君は総料理長失格だ。今すぐ辞表をかけ。神宮寺は後ずさった。オーナー。それは、三越柴は一歩も引かなかった。そして、3日後に創業記念晩餐会を開く。そこで、新しい料理長を発表する。神宮寺の顔が青ざめた。3日後、グランセレスホテルの大広間は、100名を超える招待客で埋め尽くされていた。政財界の要人、著名な料理評論家、メディア関係者、そして、近隣のホテルや料理店の経営者たち、創業50周年記念晩餐会、三越柴オーナーが3年ぶりに公の場に姿を現すということで、注目が集まっていた。港はホテルの裏口で立ち尽くしていた。2日前、間から一本の電話があった。オーナーが会いたがっている。そして、特別な依頼があると、港は断ろうとした。だが、間の声には切迫したものがあった。お願いします。あなたにしかできないことがあります。港は仕方なく、ホテルに来た。間が裏口に現れた。来てくれたんですね。港はうなずいた。それで、話というのは、間は白いコックコートを差し出した。今夜、オーナーの前で料理を作ってほしいんです。港は眉を潜めた。僕はもう試験に落ちました。今更何を。間は首を振った。試験ではありません。これは、もっと重要なことです。神宮寺との対決です。港は一歩後ずさった。対決。僕にはそんな資格は。間が港の肩を掴んだ。
あなたは自分が何をしたか分かっていますか？全財産を使って買った肉を、見ず知らずの老人のために使った。そして、大根だけで、誰もが認める味を作り出した。あなたには才能がある。それも、この業界で最も大切な才能が、港は黙っていた。間は続けた。神宮寺は料理を金儲けの道具にしています。食材を粗末に扱い、客を欺いています。それを止められるのは、あなただけです。港は間を見つめた。僕一人で、何ができるんですか？間は微笑んだ。料理を作るだけでいい。あなたの、心を込めた料理を、大広間では、晩餐会が始まろうとしていた。神子柴が車椅子に乗って登壇した。会場が拍手に包まれた。皆様、本日はお集まりいただき、ありがとうございます。神子柴の声は力強かった。3年前、私は味覚を失い、料理人として引退しました。生きる意味を失いました。だが、3日前、一人の青年が私に味覚と生きがいを取り戻させてくれました。会場がざわめいた。本日は、その青年に料理を作っていただきます。そして、私の後継者を発表します。神宮寺が席から立ち上がった。オーナー、それはどういう意味ですか？神子柴は神宮寺を見た。文字通りの意味だ。神宮寺、君には最後のチャンスをやる。その青年と料理で勝負しろ。勝てば、君の地位は守られる。負ければ、即刻解雇だ。神宮寺の顔が歪んだ。ふざけるな。私は15年この厨房を守ってきた。それを、どこの馬の骨とも知れない青年と比べるのか。神子柴は静かに言った。君が守ってきたのは厨房ではない。君自身の地位だけだ。会場がざわめいた。神宮寺は歯を食いしばった。わかりました。受けて立ちましょう。そして、完膚なきまでに叩きのめしてやる。厨房から、港が姿を現した。白いコックコート。だが、その下は相変わらず古びた作業ズボン。会場の視線が一斉に港に注がれた。神宮寺が冷笑した。これが相手か。笑わせるな。神子柴が手を挙げた。テーマは、最高のおもてなし。時間は1時間。食材は厨房にあるものを自由に使っていい。審査は、ここにいる全員だ。神宮寺と港が厨房に向かった。会場には大型スクリーンが設置され、厨房の様子が映し出された。調理開始の合図が鳴った。神宮寺は素早く動いた。冷蔵庫から高級食材を次々と取り出す。フォアグラ、トリュフ、キャビア、伊勢エビ。神宮寺は手慣れた様子で食材を処理していく。フライパンを熱し、ソースを作り、盛り付けの準備をする。一方、港は冷蔵庫の前で立ち止まっていた。高級食材が並ぶ棚。だが、港の手はそこに伸びなかった。港は冷蔵庫の隅に目をやった。そこには、少し傷んだ野菜が置いてあった。使い古された大根、形の悪い人参、色あせた葉物。港はそれらを手に取った。会場から囁き声が聞こえた。あの青年、何をしているんだ。高級食材を使わないのか。神宮寺が港を一別し、鼻で笑った。やはり貧乏人は貧乏人だ。港は野菜を丁寧に洗った。傷んだ部分を切り落とし、まだ使える部分を取り出す。大根は皮を厚めに剥き、中の白い部分だけを使う。港の包丁が、リズミカルにまな板を叩いた。会場のスクリーンに、港の手元が映し出された。その瞬間、会場の空気が変わった。包丁の動きが、美しかった。無駄がなく、正確で、まるで舞うようだった。料理評論家の一人が身を乗り出した。あれは、古流の包丁技だ。時間が過ぎていく。神宮寺は豪華な一皿を完成させた。フォアグラのポワレ、トリュフソース、エディブルフラワーで飾り付けられ、金箔が散らされている。神宮寺は自信に満ちた表情で皿を掲げた。完璧だ。一方、港は素朴な土鍋を火にかけていた。中には野菜と、少量の鶏ガラで取った出汁。港は静かに火加減を調整しながら、煮込んでいく。時間だ。両者が大広間に戻った。まず、神宮寺の料理が各テーブルに運ばれた。招待客たちがフォークを取った。一口食べて、何人かがうなずいた。美しい。さすがの技術だ。だが、何人かは首をかしげた。見た目は素晴らしいが、味が少し重すぎる。次に、港の料理が運ばれた。素朴な土鍋。中には、野菜の煮込み。飾りはない。招待客たちが恐る恐るスプーンを取った。一口、会場が静まり返った。やがて、一人の老婦人が涙を流し始めた。この味、母が作ってくれた野菜スープに似ている。別の男性が目を閉じた。優しい。こんなに優しい味は初めてだ。料理評論家が声を上げた。
食材の声が聞こえる。捨てられるはずだった野菜が、こんなにも輝いている。三越柴が立ち上がった。例のものを。間が大型スクリーンを操作した。画面に映し出されたのは、食材の発注記録と廃棄記録。そして、神宮寺が高級食材を横流ししている証拠写真。会場がざわめいた。三越柴が声を上げた。神宮寺は食材を金に変えていた。そして、客を欺いていた。これが、彼の料理哲学だ。神宮寺が叫んだ。それは経営戦略だ。ホテルの利益のためだ。三越柴は首を振った。利益のために心を失った料理に、価値はない。三越柴は港を指さした。この青年は、全財産をかけて買った最高級の牛肉を、見ず知らずの老人のために使った。そして、捨てられるはずの野菜で、誰もが涙する料理を作った。これが本物の料理人だ。会場が拍手に包まれた。神宮寺は膝から崩れ落ちた。三越柴は港に近づいた。君に、総料理長を任せたい。港は首を振った。僕にはまだ早すぎます。三越柴は微笑んだ。では、見習いから始めるか。港は頭を下げた。はい、学ばせてください。三越柴は間を見た。間、君が新しい総料理長だ。そして、この青年を育ててくれ。間は深くうなずいた。晩餐会が終わった翌日、神宮寺は荷物をまとめて厨房を去った。横流しの証拠は警察にも提出され、刑事告発の手続きが進められることになった。15年かけて築いた地位も名誉も、一夜にして消え去った。神宮寺が最後に厨房を出るとき、港とすれ違った。神宮寺は立ち止まり、港を睨んだ。お前のせいで、すべてが、港は静かに答えた。僕は、ただ料理を作っただけです。神宮寺は何も言い返せず、肩を落として去っていった。その日の午後、港は正式にグランセレスホテルの厨房スタッフとして採用された。見習いとしてのスタートだった。給料は決して高くはない。だが、社員寮があり、3食付き、そして何より、一流の料理人たちから学べる環境があった。港は定食や朝日を閉めることを決めた。店を畳む日、港は祖母の家に手を合わせた。おばあちゃん、ごめんなさい。お店は守れなかった。でも、おばあちゃんが教えてくれたことは、ずっと守り続けます。家の中の祖母は、優しく微笑んでいた。半年が過ぎた。港はホテルの厨房で、朝から晩まで働いていた。野菜を切る、魚をさばく、スープの仕込みをする、地味な作業の繰り返しだったが、港は一つ一つを丁寧にこなした。間総料理長は、港の成長を静かに見守っていた。ある日、間が港を呼んだ。港、今日のまかない、お前が作れ。港はうなずいた。厨房のスタッフたちが見守る中、港は冷蔵庫に向かった。その日余った食材を確認する。大根の切れ端、鶏ガラ、少し古くなった米。港は迷わずそれらを手に取った。30分後、港は大きな土鍋をテーブルに置いた。湯気が立ち上り、優しい香りが厨房を満たした。スタッフたちが一口食べた。誰もが、無言で二口目を運んだ。間が微笑んだ。三越柴オーナーが車椅子を押しながら厨房に入ってきた。最近、オーナーは頻繁に厨房を訪れるようになっていた。味覚が戻ったことで、再び料理への情熱が蘇ったのだ。港、今日のまかないは何だ？港は答えた。大根の雑炊です。三越柴は目を細めた。あの時と同じか？はい。でも、少し違います。三越柴が土鍋を覗き込んだ。何が違うんだ？港は静かに答えた。今日の雑炊には、僕の未来が入っています。あの時は、未来を捨てて作りました。でも今は、未来があるから作れます。三越柴は港の肩を叩いた。いい料理人になるぞ。お前は、その夜、港は社員寮の小さな部屋で、祖母の写真を見つめていた。窓の外には、街の明かりが広がっている。港は小さくつぶやいた。おばあちゃん、僕、料理人として生きていけそうです。あなたが教えてくれた、食材を大切にすること、食べてくれる人を思うこと、全部、忘れません。写真の中の祖母が、微笑んでいるように見えた。翌朝、港は誰よりも早く厨房に入った。包丁を研ぎ、食材を仕込み、一日の準備を始めた。厨房の窓から、朝日が差し込んできた。港は手を止め、その光を見つめた。暖かく、優しい光。港は再び包丁を握った。今日も、心を込めて料理を作る。それが、港にできる唯一のことだった。